皆さんどうも、こんにちは。ブルートンこと、青戸です。祝、モーニング娘。15期、インスタグラムアカウント開設。わーということで、今日はですね、モーニング娘。など様々なグループが所属する、ハロープロジェクトメンバー、あとグループの人気推移ですね、これが気になったので、それぞれのインスタグラムのフォロワー数のね、増減を一覧化して、ちょっと比較してみようと思います。インスタグラムっていうのは、数多くあるね、いろんな指標のうちの一つなので、あくまで参考程度にはなるんですけど、ちょっとね、見てみたところ結構衝撃的な部分もあったので、皆様にもね、内容を共有していこうかなと思います。はい、じゃあ今回の目次はこんな感じ。アカウント別のフォロワー数ランキングと、続いてね、アカウント別の個人別の増減数のランキングと、最後にね、個人的なコメントを言っていこうかなと思います。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずね、フォロワーの増加率順にね、並び替えてみたものになります。これね、ハロープロジェクトのインスタグラムのアカウントって、グループ別に作っているのと、個人別に作っているのがあるので、まずはグループ別に、見ていこうと思うんだけど、増加率順に並び替えると、このね、椿ファクトリー、アンジュルム、ビヨーンズ、ジュースジュース、モーニング娘。といった順番になっていることがわかります。でね、縦軸なんだけど、ちょっとね、今日が6月25日、この動画を撮っているタイミングが6月25日なので、6月25日から逆算して、2022年の12月25日から6ヶ月間での増減数を出して、そこからね、増減率を計算してみたという感じです。こうやって見るとね、椿ファクトリーが 3.8% 増えているというところで、一方で、モーニング娘。が 0.07% 減少しているということで、お茶の間出してないのがちょっと理由があって、このね、6ヶ月で 20% 以上の増加率にはなってたんだけど、解説がね、2021年12月ということで、ちょっと新しくて、ツールで正確にこうデータがうまく出せなかったということでね、ちょっと異常値になっちゃったので、ちょっと今回の、集計からは外してます。総数としては、お茶の間もね、椿の半数程度、だいたい今39,000ちょいぐらいなので、この勢いが継続できるかっていうのが今後の鍵となってくるかなというところだと思います。この、増加率で見ると、もともとね、比較的こう母数が少ないアカウントの方が増加率高くなる傾向にあるので、ちょっとね、参考値程度になると思うんだけど、アンジュルムに関してはね、やっぱり直近6ヶ月で4,000人近くフォロワーが増えているということと、あとね、この一方で、モーニング娘。に関しては、ちょっとね、増減数が、137減っちゃってるということで、ここがね、ちょっと気になるところだと思うんですよね。ということで、ちょっとね、これだと分かりづらいと思うので、もうちょっとね、細かく、値を出していこうと思います。はい。ということでね、もうちょっと詳細に期間を、分割して出してみたのがこちらの表になります。ちょっと6ヶ月だとね、ちょっと集計の母数が少なすぎるということで、もうちょっと詳細に把握するために、6月25日、2023年の6月25日から逆算して、直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の増減数を比較してみたという形ですね。ついでにね、フォロワーあたりのいいね率もちょっと出してみたところ、このような表になりましたということで、気になるところで言うと、やっぱりね、増加数、いいね数、いいね率のともに、アンジュルムが直近ね、1年の指標では圧倒しているということですね。特に直近1ヶ月で2265人フォロワーが増えているっていうのは、かなり注目すべきポイントだと思います。グループに長く在籍していたリーダーが卒業するっていう意味では、モーニング娘。もね、同様だと思うんだけど、指標がね、減少しているモーニング娘。と比較しても、アンジュルムのね、この増加っていうのは、かなりすごいんじゃないかなと思います。直近でね、新曲をリリース、愛のけだものをリリースしてたりとか、あとはね、上国料萌さんがテレビに出てたりとか、佐々木里香子さんがキャンキャンとかね、雑誌に出演してたりとか、あとね、マネージャーとかがね、あとメンバーかな、川村さんとか、すごくね、うまくインスタグラム活用してると思うので、こういう活用方法と投稿内容、投稿の質っていった面でね、差になっているのかなと、個人的には思いました。あとはやっぱりね、グループの勢いですよね。ロッキンでグラスステージ獲得したということもあるし、その他にもね、やっぱり卒業コンサート横浜アリーナで開催したとか、すごくね、勢いに乗っているっていうのが、
実際この、表にも現れているのかなと思いました。やっぱりこのモーニング娘。が減少しているっていうところに関しては、加賀楓さんとかね、佐藤正樹さんとかね、人気メンバーが卒業したっていうのも、関係しているのかなと思いつつ、やっぱりね、単推しで箱に興味がなかったオタクって、推しがね、卒業すると、グループのインスタグラムに推しが登場しなくなるので、フォロー解除するといったことがあるんじゃないかなと思いますね。それだけ箱推しが少なかったりすると、卒業に関してね、打撃がでかくなったりするのかなとか、思ったりもするんだけど、やっぱりね、シングルのリリースがあると、プロモーションによってね、フォロワー数増えたりする傾向にあると思うので、ここ半年でね、新しい新曲がね、リリースされてないっていうのもマイナス要素なんじゃないかなと、思いますね。ただね、直近1年間での指標を見ても、増加数688ということで、他グループと比較してもね、かなり低くなっちゃってるということで、なんか直近1ヶ月でメンバー加入効果でね、152人増えているというところもあるんで、この新メンバー加入と、福村さんの卒業をね、いかに武器にできるかっていうのが、結構ね、この鍵になってくるのかなと、個人的にはちょっと見てますね。あとはね、椿ファクトリーが、このね、指標の中で2番目にいるということでね、かなり検討しているのが結構個人的には意外でした。この手の指標だと、ビヨーンズとかね、ジュースに差をつけられているケースが多かった印象なんだけど、1年でね、5000人以上フォロワーを増加させてるっていうことで、結構ね、インスタグラムで勢いを感じるグループなのかなと思いましたね。やっぱりこれはなんか行くぜ椿ファクトリーとか、SNS のね、活用面では、他グループより気合が入ってるように見えるので、こうしたSNS 活用の成果が出てるんじゃないかなと思いますね。やっぱりメディア露出の影響が、結構濃く出る媒体だと思う。インスタグラムってそういう媒体だと思うので、そんな中でね、あんまりメディアに積極的に超出てるかっていうとそうでもないと思うので、そんな中ではかなり検討してるんじゃないかなと思いましたね。今年は結構いろいろ炎上とかね、逆境になるようなこともあったと思うんだけど、今後もね、ちょっと椿ファクトリーの状況っていうのはすごく気になるなと思いましたね。あとね、結構個人的にすごく気になったところで言うと、このジュースなんだけど、ジュースのね、直近1ヶ月、直近ね、やっぱ6ヶ月でね、1865人の増加ということで、これはね、この5組の中だと、4位なんだけど、一方でね、直近1ヶ月で1146人増えてるということで、ここも結構注目ポイントなんじゃないかなと思いましたね。やっぱりね、直近だと新曲、ね、プライドブライトが、モーニング娘。を除くハロプログループで、最速でね、100万回再生を突破したというところで、やっぱりね、インスタのフォロワー数っていうのが、新面加入とかね、新曲リリースっていうのが、イベントがね、かなり影響しているんじゃないかなということがね、わかると思います。ここ1、2年に関しては、指標においてね、ビヨーンズにね、アンジュルムに大きく差をつけられていたかなと、結構厳しい時期が続いてたかなと思うんだけど、ここ3ヶ月でね、また盛り返してるというところで、ここもね、個人的には、今後が、気になるところだなと思いました。はい。じゃあね、ちょっとグループアカウントを見て、グループごとのね、勢いとか状況っていうのが、なんとなく見えてきたかなと思うんだけど、続いてね、個人別の、インスタグラムのアカウントの、直近の増減数のね、ランキングを、出してみたので、これを見ていこうと思います。ちょっと人数がめちゃくちゃ多くて、出すのね、もうかなり疲れちゃったので、すでに12月31日のデータはネットに転がってたので、ちょっとね、これを流用して、2023年6月25日のデータと比較して、増減数と増減率を出してみたものになります。ちょっとビヨーンズと15期のメンバーとお茶ノーマに関しては、開始時期がね、ちょっと最近すぎて有効データ数が少なすぎるということでね、うまくデータ抽出できなかったので、今回はちょっとね、申し訳ないんだけど、除外してます。ということで、それらのメンバーと、あとはね、卒業すでにしているメンバー、たけちゃんは入ってるんだけど、を除いて、一覧化したものがこちらになりますということなんだけど、ちょっとね、人数多すぎてすごく見づらいということで、画像化したので、ちょっと待ってね、こちら、画像化したものをちょっと見ながらね、どんなもんか、見ていこうかなと思います。内容としては、グループごとに
色分けして、でね、増加率っていうのをランキング、化してみました。まずこちらがね、増減数を、増減数順に並び替えたものになります。まあね、これ見ると、結構ね、面白い結果だなと思っていて、やっぱりね、上国亮萌ちゃんと牧野まりやちゃんが、まあ、トップ1、2ということで、インスタグラムってね、やっぱりテレビ出演が多いメンバーっていうのが、まあ、かなりね、増加しやすいっていう媒体なんだなっていうのは、すごく分かったんだけど、グループ全体のね、人気と相関関係があるかと思いきや、牧野まりやちゃんがね、6627人増加しているにも、一方で、他のね、モーニング娘。メンバーは、基本的にね、かなり減少傾向にあるということで、必ずしもね、グループの人気と、まあ、相関関係にはないのかなっていうのが、これで見て取れるかなと思いますね。あとね、アンジュルムの中だと、佐々木里香子さんがね、比較的低く見えると思うんだけど、やっぱりね、フォロワー数の母数は全体でも上位にあるというところで、やっぱりね、もともと母数が多い人は、増減があんまりしづらいっていう、ところもやっぱりあるのかなと思います。なんでモーニング娘。すごく低く見えるんだけど、一方でね、もともとの母数としては比較的多めなので、これも、一つ原因にはあるかもしれないというところですね。ただ、やっぱりね、休眠アカウントでもなく、新しくね、フォローしてる人も当然いるはずなので、フォローしてる人とフォロー解除の差し引きで、ここまで減少しているっていうのは、ちょっとね、無視できない数値だと思いますね。今、卒業発表した福村さんとかも、マイナス1919、6ヶ月で、かなりね、減ってると思うので、これちょっと気になるなと思いました。まあ、あとはね、ジュースに関しては、インスタグラムをしてるメンバーが、少ないということなんだけど、まあね、増加数としては、グループの中では1位というのも、やっぱりね、シンプルにビジュアルがいいメンバーであることと、あとは雑誌とかね、ラジオとか、そういったメディア出演の結果が実を結んでいるのかなと思いました。あとは結構グループ方針ですごく思ったのは、どのメンバーがインスタグラムをね、アカウント開設するかっていうのは決まってるんだなというところで、椿はね、本当にみんな積極的に開設していったり、ビヨンドもみんな積極的に開設していったりというところで、グループごとに方針が違うっていうのもすごく面白いなと思いますよね。なんか保守的なグループと、まあ、革新的なグループで、意外とね、同じハロープロジェクトでもやり方が違うっていうのも、なかなか面白いなと思いましたね。はい。じゃあ続いて、フォロワーのね、増加率を、ランキングしてみたのが、こちらになります。まあ、結構ね、増加数と比較すると、全く違う結果になっていて、まあ、これもなかなか面白いなと思ったんだけど、まあね、上位を見ると、椿ファクトリーとアンジュルムが、ランキング上位をね、独占しているといった状態になっていると思います。まあね、母数がもともと少ない方が伸びやすいっていうのはあるとはいえ、やっぱりね、グループアカウントのフォロワーの伸び率も、椿ファクトリー結構いいので、結構個人でも検討しているなっていう印象ですね。まあね、これも個人的にすごく意外だったのが、秋山真央さんがね、まあ、真央ピンが、1位というところで、増加率で言うとね、8.94%、ということで、かなり増えていて、これもね、結構個人的には意外な結果でしたね。で、改めてアカウント見てみたんだけど、おしゃれな写真をね、かなりアップしていて、写真のクオリティで言うと、確かにね、ハロプロで一番ぐらいに、クオリティ高いなと思ったので、純粋なね、ハロプロオタク以外にも、フォローされたりしている可能性があるかなと思いました。まあね、昨年末時点だと、まあ、人気としては最下位、フォロワー数としては最下位ぐらいの位置にいたんだけど、今後もね、少しずつ伸びていった結果で、他のメンバーをね、超える可能性があるんじゃないかなと思いましたね。と、あとはね、先日卒業を発表した、竹内さんね、竹ちゃんの増加率の高さも個人的にはすごく気になっていて、まあ、増減数でもね、4220ということで、卒業発表したにもかかわらずめちゃくちゃ増えてるっていうね、これもなんか面白いなと思っていて、同じくね、卒業発表した福村さんの、増減率で言うとマイナス 1.27% で、まあ、1919人、減少してしまっているということを考えると、結構ね、卒業の発表っていうのが、プラスに働くか、マイナスに働くかっていうのがメンバーによって違うのかなとかね、グループによって違うのかなっていうのは
結構思いました。まあなんかね、こう卒業発表してる中でこう4000人増えるって結構面白いなって、個人的には思いましたね。はい。はい。ということで、今回は、15期のインスタグラムアカウント開設ということでね、興味を持って、興味を持ったということで、フォロワーの上限ランキング出してみたんだけど、こうね、モーニング娘。のグループ全体としては、牧野まりやさんを除くと、かなりこう逆風が吹いてる状況なのかなと、ちょっと思っちゃいましたね。15期メンバーは開設したので、これからこうどんどん増えていくと思うんだけど、他のメンバーに関してはね、基本的にこう、減っちゃってるっていうのがあって、なかなかね、こうグループとしては、もしかしてちょっとこう卒業が、こう、どっちかっていうと、マイナスに働いてしまっている状況なのかなと、個人的には思いました。とはいえね、依然としてこう、フォロワー数見ても、ハロプロの中だとね、圧倒的にフォロワー数がこう多い機関グループになっているっていうのは、変わりはないと思うので、今後いかにこの状況を打開できるかっていうのが、鍵となってくるのかなと、思いますね。打ち手としては、こう、竹内さん卒業と、こう、ね、神子のリーダー就任の話題性からね、好感度を上げて、こう、勢いを増していったアンジュルムのように、やっぱりね、新メンバー加入とリーダー卒業っていうのを、うまくね、話題にすることだと思うんだけどね、なんかこう、例えばね、CD に、リーダー総選挙の投票権つけて、選挙結果をね、スカパーとかアベマ TV とかで生中継するとかね、なんかこう、ワックが過去にこう、ビスの2期でこう同じようなことやって失敗してるんだけど、そういうなんかこう、もともと ASEAN でそういうことやってたじゃんみたいな、結構こう、大それたエンタメ的なことを考えた打ち手っていうのも、一つね、グループの特色考えてもありなんじゃないかなと、個人的には思ってますね。やっぱりこう、なんだろう、僕のこう感じでも、どっちかというと今こうアンジュルムとかこうジュースジュースとかの方が色は強くなってるかなと思っていて、そういう意味でも結構こう、そういうエンタメ系の打ち手っていうのも、一つ、こうやってみるのはいいんじゃないかなと思ったりするんだけど、どうでしょうか。ちょっとここら辺はみんなに意見分かれるかもしれないね。うん。アンジュルムとかね、過去にこう、モーニング娘。打倒みたいなことを、昔言っていたと思うんだけど、今のこう指標の伸びを見ると、ありえなくはない状況になってきてるのかなと、思っちゃったりしていて、今後ね、弓下駄さんとか、井上さんとかね、新メンバーモーニング娘。に入ったと思うので、これをいかに起爆剤にできるかっていうのが、本当に鍵になってると思います。そういう意味ではね、リーダー、鍵、順当にいくと生田さんということなんだけど、本当にこうね、誰になるかな。上国良萌さんがこうリーダーになったことで、ちょっとわからなくなってきたところもあると思うので、ここもね、個人的にはすごくこう、どうなるか、注目している点でもありますね。みんなもそうだと思うんだけど。あとは、この動画見てる人もそうなんだけど、まだね、フォローしてない人いたら、ぜひね、ハロメンフォローしましょう。なんかね、こう個人的に思ったのが、多分モーニング娘。めっちゃフォローしてる人とかも、最初の話題性でグッと飛びついて、その後ちょっと抜けちゃったりした人ともいると思うんだけど、他のね、グループ、まだね、なんかこう、椿とか、ビヨンズとか、全然ね、フォロー、伸びてない人もいると思うんだけど、やっぱりね、推してる人がいたらぜひフォローしてあげてほしいなって思いましたね。はい。ということで今回は、フォロワー増減ランキングということで、個人的に結構こう、ショッキングな結果もあったんだけど、実際に結構こう、指標としては、リアルなところが出てるんじゃないかなと思ったので、ここら辺もね、今後の伸びとかね、期待していきたいなと思いますね。今年もまだあと半年あるので、この残り半年でね、どうなっていくのか。モーニング娘。も新曲が、当然ね、リリースされると思うので、超いい曲だといいよね。はい。ということで今回は、インスタフォロワー数の推移出してみたということでした。参考になった方がいたらぜひ、高評価、コメントいただければと思います。ではまた、ブルートンでした。バイバーイ。